島田節子さん当時19歳、爆心地から 0.5 キロの日本銀行広島支店の3階で被爆しました。0.5 キロ圏内の数少ない生存者の一人です。島田さんは母と姉を原爆で失い、自分自身も数ヶ月間生死の境をさまよいました。島田さんは当時はこの部屋にいらしたんですか？そうです。はい。財務局はまだ八丁堀にあったんです。船底の近く、建物が木造でした。あそこは。あそこにおったらしんどりますね。まあここは建物が立派でしたから、まあそれで助かったんですね。確かにね、それ一番に言えます。はい。当日は8月6日のことをじゃあ。8月6日暑い日でした。それで空襲警報が解除いうことになりましてね、主任さんの近藤さんいう方がもう空襲警報発令の時は窓をパッとみんな閉めるんですね。で解除いうのが出ましたので、扉を開けられたんですよ。窓の扉をね、あの時でもそれは立派な窓でした。閉めとったらいうことにでも幾分生き残った方もいるんですけどね、開けたと同時にピカッと光りました。大きな音でピカッとものすごい光でした。あの日はちょうど月曜日だったと思うんですね。それでもう仕事がいっぱい書類が課長さんの方から回ってきておりましたからね、タイプも歌に行けよう思いましてね、今度は会場になったらもうすぐタイプはちょっと近く離れとったんです、机よりちょっと離れとったんです。でもうちょっと立ちかけておりましたね。私は今もうほんちょっとでした。もう立っとったらもう即死ですね。もう完全に即死だと思います、あの時。でもう座っとったんだけれどもパンと飛ばされて、どこへ飛ばされてももうとにかく真っ暗でしたから、もうピカッと光ったんだけれども、当時はもうその真っ暗で、私気を失っとったんですね。気がつきませんでした。それでもうなんかこう蒸し暑いようなんで気がついてみたら、もう窓はもう真っ赤でした。そして周りがもうパチ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 音がね、それでゴーゴーいう音と、もううめき声とうなり声と、もうとにかく大変でした。これは大変なことで、大きな爆弾が落ちたんじゃない思ってその時思いましたね。それでもうとにかくでんにゃいう気でも無我夢中でした。階段を降りる時ね、もう階段もめちゃくちゃでした。もうね、あの時どういうふうに落ちたか今ちょっとようはっきり覚えてないんですけどね。でちょうど幸いに日本銀行の隣が国体寺いう大きなお寺だったんですね。そして墓所があったんです、そこがね。それでもうそこへもうみんな苦しそうにね、もう血だらけになって、もうブラブラにもう当時でもう私でももう服が着とった服がボロボロでしたから。もうズボンも履いておりましたけど、ズボンもボロボロで、もう靴もどこへ飛んだかさっぱりわからんしね。で出てみたらもう皆さん苦しそうにして、もう苦しい人は横になっておられたし、そしてもうみんながもう血だらけでみんな墓所の中におられたんですね。それで私出て行ったら、まだ今から空襲があるから逃げんと大変なことになる言うんでね、もう火のないとこに逃げよう逃げよう言うておっしゃってました。ですが私はもうとにかく家の方へ帰りたかったんですね、その時に。そしてもうこっちの大手町の市役所の今の現在の市役所の方面を見ましたら、もう真っ赤になってもう火の海でした。ゴーゴーとね音を立ててね、それは言葉でちょっと一口にはちょっと言いませんけど、当時の惨状はもうものすごいもんでした。それでもう私の前とかあっちへ逃げたら大ごとになって死んでしまう言うて、こっちへ逃げんとダメだからこっちおいで言うてね、もう薄黒ってとにかくゴー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 いう音がしてね、
まあ不気味でした、あの当時はね。そして元気いいことはないんだけれども、みんな私とはもう完全に血だらけになって、もう裕福もボロボロになっとったんだけれども、足の元気なものは逃げよう逃げよう言うて、あの時14、15人か20人ぐらいおったと思うんですがね、もう別れてこう逃げて、一部は檜山の方に逃げられて、私らは宇品の方に向けて逃げたんです。海の方へ向けて逃げたんでね。そういったその時逃げて時でももう途中でもどこの家からも炎がボーボーね。で途中はまるっきり人形が転がったように人間がね、もうほんと切れ子が本当あの時思うとゾッとしますが、みんなコロッコロッとね倒れてみんな死んでいるんですね。途中でほいじゃから、もうそこで道を道路を歩きよった人はもうこうしてみたらそこで即死ですね。完全に即死でした。そしてもう逃げて、もうみんなあっちのみゆき橋いうんですかね、腕の方あの方まで出たらなんか明るいがこうさして明るいちょっと感じでしたね、あの方まで。それで出てこれね、やっとこう逃げられたね言ってあの方まで歩いて出たんですけどね、そこに着いた時にはもう2人でした。もう私とね、関西の辻さんいう女の方と。それで途中で途中で兵隊さんの2部隊のトラックへ乗んなさい乗んなさい言うて乗せてもらって、宇品の終点の当時の2部隊軍隊があったんですね。そこへ収容されたんですね。もう着いたらもうたくさんの負傷者がもういっぱいおられました。そして着いた言うても何こそね薬があるわけじゃね、その時にも自分もこれは大きな怪我をしとるいうことが気がついたんですね。怪我お互いに。それまではもう夢中でしたから、血だらけ、皆さん全部が血だらけじゃから、どこへ傷をどうしたかいうことが。でそのついさんと背中に大きなねガラスの破片が食い刺さっとるいうようなことで、それで兵隊さんがこれ順番に並びなさい、それ取ってあげるから言うんでね。そしてこう順番に並んだんですね、2部隊の。で当時軍医さんに言いましても何も当時ほんと薬も何にもありませんでしたね。そして順番に待って、私なんか知らんが大きなガラスのこの窓ガラスの太いガラスでした。それがもう背中にグッと刺さってね、もう頭も全部もう細いな全部刺さっとったんですがね、とにかく大きな竹を引き抜いてくださいました。その時の痛みは今もって忘れませんけどね。そしてその後もう薬いうものはなかったですから、なんか赤チンのようなもんで周りをぐるっとされてね、出血もたくさんしたもんですよ。で私は周りに寝とりましたけどね、みんな当時はほんと子供を求める母親とかね、死んだ赤ちゃんを抱っこしてもうしんどわれるのにって私が見ても、お母さんは一生懸命抱いて「息してくれ息元気で」言ってからね「はよ先生見てください」って気違いのようにね並んで。はよ求めてね、先生に見てもらおう言って母親が狂ったようにねされる人、苦しいから「はよ見てください見てください」とかね。本当この時に私はこれはこの世の地獄だな思いました。もう何と言うたらいいんですかね。そしてあそこでだいぶ収容所いされても大方みんな横になって死なれたんじゃないんですかね今。そうして私横になっとったんですよね。で辻さんもいっぱい傷されて、その方と行動がいつも一緒でしたからよかったんですね。一人でしたら私は2部隊の宇品でもう横になったままあれしたと思いますよ今思ったらね。その方がものすごい励ましてくださってね「島田さん元気を出しなさいよ出しなさいよ」言うてねおっしゃっていただいたこと今もって覚えております。ご一緒に。それで島へ逃げまして、それで大美に2日ぐらいおりましたかね。大美いう島へ送っていただいたんですね。それでそこで
2日ぐらいおったんですが、またこれ空襲があるいうんでね、ほいじゃから6日でまだ7日8日ぐらいでしたね、また空襲があるからいうんでね、また船に乗って、そして小屋浦いうところへ行ったんですね。呉線の小屋浦いうとこがあるんですね。海水浴場でしたかね、で小屋浦行ったんですね。でもそこ行ったらもうたくさんの怪我人がたくさんおられました。もうね、若い人も年寄りもみんな怪我した人がね、あの時むしろへね寝てね、まあ本当あれなもんでした。何にこそなく、でもう傷が痛くてね、それでもうあの時のことを思うと、まあ本当あれですね。でも傷がね、薬がないんです。もうね、兵隊さんも軍医さんがおられても薬がないとおっしゃるんですね。ですからもうどうすることもできんのです。で私は背中に傷がねとっても違うの出てから、まあなんか家から海のね塩で水ですね、海の水でこの切り傷をねこう拭いてもらったもんですよ。塩水でそうせんとね産むんです。それでねもうものすごい肺が多いんです。もう当時からね、頃まあやっぱり死体がほぼうろうろしとるいう関係もとにかく肺が多かったですね。そして傷口がどんどん膨らんで大きくなるんですよね。そしてまあまだいっぱいこの辺手やなんかでも頭もいっぱいグラスが刺さっておりましたからね。ですからそれを出さにゃいけんのんですけれども、まあそれを取る兵隊さんや軍医さんもなんかおられんようでしたよ。その小屋ぐらい着きましたらただ寝とるだけのことでした。収容してもらっとるだけ。そしてもうおむすび言っても麦飯のね、まあ本当今思うたらまあゾッとしますが、もう食べるもんもなくてね、おむすびをさ本当今思うたらまあ皆さん若いことへなんか想像つきにならんです。食べるもんってなかったんですから。そしてバタ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 と死なれました。その小屋裏のねむしろへずっと寝とったんですから、私らも誰こそ家族が来てくれるわけでなしね、私はもう完全に家の者は死んだと思いました。私父も母も姉もいたんですがね、妹もいたんですが、もう死んだ誰も迎えに来てくれ。中にはそれで兵隊さんが一人今日は広島の中心に出るからであなたはどこじゃったんですかっておっしゃるもんですから、私ここ大手町5丁今の昔は9丁目って言ったんですがね、立て札しといてください、ここ島田節子は小屋裏にねおりますからいうことをね立て札でもしといてください言ってもうお願いしました。兵隊さんが今日出たからね立て札しといてあげたいよって言われてね、その時はほんま涙がプルプル出ましたよ。そういう状態でもう傷は全然治療もしてもらわずにただ寝とるだけのことでした。そして1ヶ月ぐらいまではここに小屋裏におりまして、で父が訪ねてきてくれたんですね。まあ本当の時の嬉しかった。もう何と言うていいかね。まあことに表すっていうことできませんけどね、まあ私もあの時一生懸命生きんや生きんゆきで生きとってよかったな思って、あの時父に会ってね、そしてなんです父ともう家がこうみんな焼けてもう完全に焼けて、そしてお母さんも今の現在の家でもう即死で死んでお灰になっとるしいうようなことでした。で恋の山へね離れを買っとるから言うてそこへ逃げていったんですけど、それから小屋裏からお母さんは今の現在のとこで即死でした。
それで姉はねやっぱり会社に勤めてやっぱり神谷町の今の大和証券言ってやっぱりこの日本の周りにあったんですよ、今の現在のね。で歩いて出たんだろうから、もう行方不明ですね。分からん、今もって分かりません。朝はやっぱり出ちゃったんやろう思うんです、8時前ぐらいまでにね。ようなことで今もって作詞でして、ほいでもうそれからなんですね、あそこの小屋裏に降りた時はね緊張するんですかね。皆さんみんな熱が出たり苦しんでね、もうとっても難儀されたんですがね、私はねその時は緊張しとったおかげ言うんですかね、その父が来て、それからコインの山へ行ってからとっと寝込みました。まあ俗に言う原爆症ですね。それに苦しんだんです。髪が第一にバッと抜けましてね、今から見て一本一本抜けるんじゃないんです。バッともうちょうどカツラが脱げるようにパッと抜けましてね、そして熱が出まして下痢ね、そしてからもう大きな斑点が出ましてね、そして俳優や体が腐っていくんですね。あの時ね体がで近所の声の上の方のおばあさんが「これは体が腐っていきよるわい」っておっしゃったもんです。そして何こそお医者さんいうのがないんですからね、下へ降りてからどっかの収容所でしたかね、軍員さんにとにかく見てやってくれて、父が下まで降りて軍員さんをね連れてきて見ていただいた時「もうこの人はダメです」っておっしゃったんで、そうですよね。もうその時は熱は高くてもうねどうすることも私あの時は苦しみました。原爆症でとにかく熱が高いし、口の中は肺血症で肺や体が腐っていくんですね。そういうことも味わいましてね。そして近所の山の方のおばあさんが「これは山でね毒ダミ、そういうとにかく毒を下したらいいじゃろうから、体が腐っとる言ってもあれをお茶がにせんてしっかり飲まれてやったらどうか」言うてね。で妹がね一人まだ学生でしたらね、学徒動員で中央豊の吉間野にいたから助かったんですよね。必死の看病をしてくれたんです。そしてその毒ダミソをもう毎日ねお茶代わりに飲んだもんです。本当あの時そうですね、一人でいたらもう完全にしんどるんですね。そして何べももう視線を超えたもんです。もうダメもうダメ言うてね。ですが私若い時から子供の時から元気だったんですね。どれいう大きな病気もしませんでしたし、戦前の女としたら大きい方でした。娘の頃でもね大きい方でしたから、体は元気でしたね。それと心臓が丈夫だったんですね。今思いますとね、心臓が丈夫だったから今日こうして生かしていただいたんだなとも思うて、その視線を超えて、そしてやっとその原爆の症状の当時で原爆症状を言いましたのを通り乗り越えたんですね。こんな戦争は二度と繰り返してはならんね。原爆いうものがどんなに恐ろしいもんかいうことをね、今からのね若い人にね伝えたい思うんですよ。もう本当に原爆が起きたらどんなに惨めでね怖いもんかね恐ろしいもんかいうことをね皆さん知っていただきたいと思うんです。当時でね原子爆弾が落ちてももうそんな惨状でいて、今現在のねもしか原子爆弾が落ちたらもうそれは世界ねもう本当宇宙は全滅じゃないかというように感じますよ。ですから本当今まで私はあんまり原爆のことを話してもね皆さんに話したこともなかったんですけどね、だんだんとね戦争が起きたら本当に怖いね、
もう世の中は全滅、もう本当に大変なことになってね、もう今の現在のね豊かな生活もできんしね、平和の暮らしもできんし、もう本当にもうこんなことを繰り返してはいけんを思ってね、はい思ってます。ですから若い人が早くこんなことにもね、原爆いうものはどんなもんかいうことに早くね理解していただいて、もう二度とこんなことを繰り返してはいけんと思うんですね。そして核の廃絶いうことは絶対重要なこということを皆さん理解していただきたいと思いますよ。はい。